めちゃめちゃ良くないですかこれ。ということでコードバンです。今回の動画では結構注目してる人も多いと思うんですけど、新規価格の新商品、新コードバン紹介したいと思います。新規価格といえば言わずと知れた世界的なコードバンのタンナーで、靴だったり革小物だったりいろいろなものに使われてます。僕も実際新規価格のコードバン使って靴作ったことあります。僕は今年の1月ぐらいに新規価格の工場見学をちょっとさせてもらいまして、そこでなめしの様子の一部とか、とグレージングですね、最終の仕上げの工程とか、社長に直接コードバンについてちょっといろいろね教えてもらいました。そして先日の展示会に新規価格の社長が来てくれまして、なんとこの新コードバンをわざわざ持ってきていただいて、で見せてくれたんですよ。で写真とかで見て気になってはいたんですけど、やっぱ実物見るとめちゃめちゃ良くてですね、今まで僕が使ったことのあるコードバンっていうのはオイルコードバンなんですけど、それとはまた全然違った質感ですごく気になったので、ちょっとこれ動画に撮らせてくださいとお願いして、この新コードバン送っていただきました。いや、ありがとうございます。まさかこんなことになるとは新企画さんといってやっぱり僕的にはすごく靴好きになった頃から知ってるすごく有名な、世界に名を馳せるタンナーなので、こんな快くね応じていただけるとは思ってなかったんで、本当にありがとうございます。嬉しいです。で、今回はこの新コードバンいろんな色あるんですよ。こんなにたくさん送っていただいたので、このコードバンの質感とかちょっと特徴の紹介と、どんな色があるか紹介していきたいと思います。まずさらっとおさらいすると、コードバンっていうのは馬のお尻の皮です。でこの皮、ここ表面ツルツルしてるんですけど、これはお尻の表面の皮ではなくて、お尻の筋肉の層が緻密に詰まっているところをこう削り出して、そして磨き上げることでこういった表面になってます。なので皮の表面、銀面って言いますけど、銀面側っていうのはコードバンでは裏側に当たります。で一般的に言うスウェード面がこちらですね。なので一般的に皮といえば牛革ですけど、それとはまた異なった性質があって、質感とか輝きとかが非常に特徴的ですね。形としてはこれ丸いですけど、これが馬のお尻の片側ですね。なのでこの尻尾が中心にあって、左右にコードバンっていうのが存在するそうです。コードバンの原皮っていうのはこの丸いのが左右にくっついた状態、メガネ型をしてます。ではこの新コードバンどんな質感なのか、このコードバンの素の状態、代表的な色バーガンディで紹介してみます。表面の質感はちょっとマットな感じですね。鈍く光る光沢感もあるんですけど、表面はツヤツヤではなくマットです。こうやって曲げてみると分かるんですけど、すんごいしなやかです。こんなにしなやかです。コードバンっていうと結構厚みがあって硬くてパリッとしてるっていう印象があるんですけど、この新コードバンは全然そんなことないですね。すごいヌメヌメしてますね。こうやって少し曲げたりするとすごくコードバンらしい質感が分かります。牛革だとシワっていうと、人間のシワみたいに小じわが入るんですけど、コードバンは小じわは全く入んないんですよね。皮全体が波打つような感じで曲がる、たまらないね。でこの新コードバンは普通のコードバンよりもさらにオイルを多めに入れてるそうです。触っても分かるんですけど、なんとなくねぬめっとオイリーな感じはします。手にオイルがつくってわけじゃないんですけど、オイリーな仕上げっていう感じがします。でそれによってこの柔らかさ実現してるんですけど、このオイルが多いことでこう裏側から指で押すとプルアップっていって、オイルが押されて皮の中を移動することで押したところの色が変わるんですよね。わかりますかね。ちょっと色がね薄くなります。他の色でもやってみると、これ青いコードバンなんですけど、押すとこんな感じで水色になるんですよ。プルアップします。あとはこうやって引っ張ったりすると、そこの部分少し色薄くなりますね。ほら、新コードバン、今まであった商品のオイルコードバンとどんな風に違うのか、僕オイルコードバン持ってますんで、それと比べてみます。これが新規格のオイルコードバン。パッと見でもこっちの方がツヤがあるのが分かると思います。キラッとしますね。こっちが新コードバン、こっちがオイルコードバンです。こうして見ると全然違いますね、質感。
コード板の最終仕上げの工程としてグレージングっていうのがあって、メノウというつるっとした石でコード板の表面を押しつぶして磨くと光沢感出るんですけど、どちらもこのグレージングの工程はやってるそうなんですけど、表面仕上げとかこの皮の中に入っている油の量の違いでこんな風な質感の違いが出るらしいです。パッと見はオイルコード板の方が映えますよね。キラキラしてて、このオイルコード板すごくいいので、僕今まで靴にしたことありますけど、すっごいいい靴に仕上がります。なんですけど、こっちの新コード板、この状態では結構マットです。ただマットということはここからエイジングが楽しめるっていうことなんですね。オイルコード板はすでにツヤツヤなので、靴にしてもツヤツヤで、履き込むことでさらにその光沢が増すかというと増さないんですね。光沢は増さないんですけど、皮の味だったりシワの質感が出てきて、そういったエイジングを楽しむという感じ。こっちの新コード板の方は最初マットなので、もちろんシワの質感とか皮の質感を楽しむのもそうなんですけど、そこから新品の状態から履き込んでいくことでどんどんツヤが増すというね、そういった楽しみもあります。さっき新コード板のしなやかさ見てもらったんですけど、オイルコード板どうですか、見て分かりますかね。ちょっとこうパコっていうの分かりますか、音が。張りがあるんで、ちょっとこうね、ちょっと曲げるとペコってなる時があるんですよ。でも別に靴としては全然使えるし、すごくいいもの作れるんですけど、こっちの新コード板はしなやかで、この突っ張る感じが全くないので、すごく作りやすそうですね。そして履き心地も柔らかそうです。でちょっとこれ比較するのはちょっと怒られちゃうかもしれないですけど、アメリカのホーウィンのコード板です。やっぱコード板といえば新規格とホーウィンなので、触った感じだとホーウィンの方が張り感があります。新コード板の方がさらに柔らかいです。で確かにホーウィンの魅力もあります。なんていうか、ホーウィンの方がギラッとする感じ。だからこの皮の状態でその新規のオイルコード板とも新コード板とも違うギラつき感があるんですよ。これはまあすごくコード板らしいとも言えると思います。こっちの新コード板はすごく表面新規比較らしいというか、すごく綺麗です。表面仕上げも色もすごく綺麗です。ちょっとホーウィンの方は荒々しい感じもあります。これどっちがいいとかではなくて、本当にそれぞれどっちも良さがあるなという感じがしますね。正直言うとこのホーウィンのやつ結構個体差があるっていうか、ちょっと仕上がり表面がね、なんか微妙だったりする時もあって、これちょっと微妙なんですよね。なんか色の感じが微妙で、厚みとか表面の仕上がりに個体差があって微妙なやつも結構ある気がするんで、その点やっぱ新規格はオイルコード板、新コード板含め非常に質が高い気がします。色展開すごくたくさんあるので、ちょっとどんな色あるか紹介します。これナチュラルです。コード板のその色のまんまです。でこのナチュラルコード板、オイルコード板ではすでに製品あったんですけど、この新コード板で製品になったのは一番最後だそうです。なぜかというと、ナチュラルだからいろいろね、粗が目立っちゃうというかで、新コード板かなりオイルをガンガン入れるので、オイルがこうシミみたいにナチュラルだと見えやすいそうなんですね。なんですが、それを克服してこんなに綺麗なナチュラルコード板ができてます。これやばいですよね。これやばいですね。ちょっと微妙になんかグラデーションになってるのもかっこいい。オイルコード板とは少し違った色味ですね。ちょっとピンクがかってるというか美しい。次これキャメルです。ちょっと黄色っぽい感じですね。これもグラデーションがかかってます。コード板ってこの色ムラも特徴的で、靴にするとこの色ムラもそうだし、コード板の繊維方向によって色が変わって見えたりして、見る角度によってはこれバイカラーの靴なのって思うぐらいな時があるんですけど、またそれもね、コード板の素材の面白さで、この風合いいいですね。次はコニャック。結構スタンダードな茶色ですね。これは使いやすそう。これがレッドブラウン、ちょっと赤みがかった茶色です。でそこから一段色合いが濃くなると、これがバーガンディです。そしてブラック、これ真っ黒ですね。
これブルーです。綺麗。透けるような色合いです。綺麗ですね。で最後にグリーンです。グリーンコードバンってかっこいいですよね。グリーンのプルアップどんな感じか見てみます。なるほどなるほど。シワの部分とか少しこんな色合いになるんですかね。ということで新企画の新商品新コードバンを紹介しました。まだ一般販売されてないようなんですけど、来年から手に入るようになっていくそうです。結構この革単体でも見ていたくなるし、コレクションしたくなりますね。結構ずっとね眺めてられるかもしれないですね。靴を眺めてられるのと同じようにこの革だけでもずっと眺めてられる気がします。触り心地がいい。でこの新コードバンですが、なんといち早く僕使わせてもらって靴作りたいと思います。次回の動画からはこの新コードバンを使って靴製作やっていきますので、どんな靴になるのか、そして履き下ろしてどんな風なエイジングをしていくのかやっていきたいと思いますので、ぜひご注目いただけたらと思います。ということで新コードバンの紹介でした。それではまた。